大君です。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回新型 iPad Pro 2021年の性能がね、ついに出てきましたので、他のね、例えば iPad Pro 2020年モデルとか、M1 の MacBook Air とかね、比較してつつですね、実際性能どうなのか、こちらね、解説したいと思います。一緒になんで、ベンチマークのスコアですね。性能その数値で表されるものがあるんですけども、そちらをね、見ていきたいと思います。それとかを、ベンチマーク見た上でですね、新型 iPad Pro こういった人は、買うべきなんじゃないのかとか、逆に買うべきじゃない人はこういった方なんじゃないかなっていうのをお話ししますので、M1 MacBook Air と、どうしようかな、ちょっと迷ってるな、みたいな、購入をね、今迷ってる方とかの、参考になるんじゃないかと思います。で、こちらチャンネルでは Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、チャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。で、またいつもご覧になっている方の、15% ほどですかね、しかまだまだ登録されていないということなので、まだね、チャンネル登録してなかった方とかね、などはですね、これを機会にぜひ登録してもらえればと思います。あと通知ベルもオンにすると最新情報届きますので、こちらもね、登録者の、9% ほどですかね。まだまだなので、ぜひ通知ベルオンにしてね、見逃さないようにね、最新情報をね、どんどん受け取ってもらえればと思います。Twitter も日々ね、こちらタイムリーに更新してますので、よろしければフォローの方もね、お願いいたします。先月出ました iPad Pro 2021年モデル、この新型の方ではですね、まさかのMacBook と同じ M1 チップというものがね、搭載されました。発表がね、演出ではですね、ティム・クックさんがMacBook からね、M1 チップを盗んでですね、ミッションインポッシブルみたいな感じで、で、iPad に入れるっていうね、ちょっとね、お茶目な演出みたいなのが、あったわけなんですけども、予想では A14X とかね、A14Z とかっていうね、チップが乗るんじゃないか iPad 用にと思ってたんですけど、Mac の性能をですね、まさかその Mac の性能がですね、その超薄型の iPad Pro に M1 チップとして乗ってくるということになりました。はい。で、今まで僕もね、レビューしてきたんですけども、この M1 のね、MacBook Air とか、ようにですね、バッテリーの持ちっていうのね、MacBook Air はですね、これ非常にバッテリーの持ちが、すごいんですけども、新型のね、iPad Pro とか見てみると、以前とですね、その駆動時間というか、バッテリーのね、動く時間っていうのが Wi-Fi でね、例えばインターネット利用で動画を再生して、動画再生とかで、大体10時間。で、通信すると9時間という感じで、特に変化がないっていうところから見るとですね、やっぱり MacBook の、例えば M1 のモデルと比べたら、電力消費をちょっと抑えられる、仕様になってるんじゃないかということで、性能がその分ちょっと下がるんじゃないかなっていうふうに思ってましたが、はい。以前の動画でね、一応予想したベンチマークっていうのを出してたんですよ。はい。実は2020年モデルの iPad Pro ですね。つまり A12Z チップっていうのがこちら載ってるんですけども、これ Apple が言ってるんですけど、CPU で、50%、GPU で最大でね、そう2020年モデルと比べて40% 速くなるっていうことをね、言ってたんですよ、Apple が。そこから計算、してましたと。はい。もちろんこれは数値が高い方がいいんですけども、はい、ベンチマーク。それぐらいもう分かってればね、全然もう大丈夫です。ベンチマークなんで。はい。で、A12Z の前のスコアに、要するに CPU で 1.5 倍、GPU で 1.4 倍かけたらね、単純に出ると。はい。で、シングルコアですね。こっちは単純な、そんな重くない作業の時とかは、1674で、マルチコア。動画編集では、ちょっと重めの作業ですよね。時は、6916ぐらい。これぐらいになるんじゃないかなと。で、もう一つあるのは、そのメタルスコアってもので、こっちはグラフィック性能なんですけどね。ゲームとかその動画とか、画像編集で非常に重要になってくるところなんですけども、これが大体1万5、6千ぐらいかなって思ってたんですけども、はい。で、今回 M1 のiPad Pro の、本物ですね。本物というか、本物のベンチマークが出てきたので、これを実際にちょっと見ていきたいと思います。で、まずはですね、この iPad の、頭脳となるですね、CPU ですね。こちらのスコアなんですけども、一応この iPad 今13ってね、ってなってるのが、今回一応まだ新型 iPad Pro のことなんですけども、で、これ横の右側の11っていうのが一応11インチっていうね、ことですね。で、一応僕が、今回出してきた、見たスコアではですね、シングルコアが1722。こちら軽い作業ですね。さっき言ったネットサーフィンとか、メールとか、ほんとシンプルな作業の時に影響してくるものの時と、で、マルチコアが7292っていうことで、こっちはどっちかと重めの負荷がかかるような作業の時です。作業の時、画像編集とか、動画編集とかに、なってくるのかなと思いますが、なかなかね、
非常にいいスコアが出てるということですね。で、ちなみに、比較で、iPad Pro 2020年モデルがですね、シングルコアで1116、で、マルチコアで4612となっておりますと。はい。まだまだね、リリース、iPad Pro はもう僕動画出してるとかされてないんですけども、Apple が言ってるですね、通りですね、2020年モデルのやっぱ 1.5 倍とか、CPU 性能、数値上ですがね、あるのかなっていう、それ以上はね、なかなか1.7、8倍ぐらいありそうですね。なかなかのスコア。これすごいですね。なかなかタブレットですからね、これ。で、ちなみに、M1 チップ搭載のこの MacBook Air ですね。こちらパソコンなんですけども、シングルコアが1701で、マルチコアが7379。なんで、もうほとんどもう変わんないですよね。もちろんiPad Pro の方がね、全然薄いので、なかなかやっぱすごいなっていうね、タブレットなのに。っていうところなんですが、はい。ただやっぱマルチコアとかに関しては、重い作業とかの場合はですね、はい。やっぱ少し、やっぱ M1 MacBook Air の方が、少し高めというかね、やっぱ性能高いのかなっていう風にはなってますね。そんな大きな差は出ないと思うんですけども、ここはやっぱり M1 Air の方がね、ちょっとやっぱ厚みとかあったりするんで、軍配が上がるのかなっていうところではあります。で、ちなみに、インテル版ですね、こう MacBook Pro 16インチ、多分30万円ぐらいするものなんですけど、の Core i9 ですね。こちらの数値がだいたい6800から900の間ぐらい、なので、それも全然上回ってると。M1 ね、これもう出てからちょっともう僕も慣れちゃった感あるんですけども、慣れちゃった感がね、あるんですけども、薄い 5.9mm かな iPad Pro がもう勝っちゃってるんで、Apple シリコンね、やっぱなかなかすごいなと思いますね。はい。で、続いてですね、GPU ですね。これメタルスコアの方を見ていきたいと思います。こちらのグラフィック性能ってね、言われるところなんですけども、要するにゲームでこう滑らかにね、動くとかですね、動画編集とか非常にこう快適にできるかなとか、あと画像とかですね、要するに動画のその映像を出力出すときに、この GPU が重要になってくるんですけども、このメタルスコアね、完全にちょっと予想を超えてきたものになってますと。一応ね、いろいろこう検索すると、こう iPad 13、11とか、こうやってね、検索すると出てくるんですけども、ものではなんか大体やっぱ2万とかね、普通に超えてくること、これ全然あったりしてですね、平均すると、11インチでも、プロ11インチで、2万ぐらい、出てるっていうことですね。じゃあこれどのぐらいのものかっていうとね、比較で、じゃあ2020年モデルですね、一つ前のモデルの iPad Pro の11インチがですね、だいたい1万2000ぐらい、あたりなので、本当もう2倍近いね、こう数値が出ているということですね。なのでこれ重い作業を例えばすればするほどですね、すごい重いね、例えば 4K の動画の編集とかやればやるほど多分顕著に非常に差が書き出しの速度とか現れてくるんじゃないかなと思います。iPad は例えば Air 4とかと比べてもですね、かなり結構段違いのこの GPU 性能にはなっているので、例えば他のこう歴代のね iPad とか比べるとですね、全然非常にこの GPU 性能ね、かなり上がってるなっていうのが表を見ると、ちょっとお分かりいただけるんじゃないかなと思いますね。はい。はい。ちなみにこの M1 の、例えば MacBook Air の方でだいたい1万から1万9000ぐらいなんですよ。僕も実際測ったりもしたんですけども、で、M1 のだいたい MacBook、Pro の13インチとかに近いのかなっていう感じですね。スコアが、というかそれ以上ぐらいが iPad Pro でも、出ているということですね。非常にこの 5.9mm のね、めちゃめちゃ薄いのに、ね、それぐらい出るってことを非常にこうやっぱね、Apple シリコン恐ろしいなっていうか、なかなかね、性能を秘めてるということですね。はい。ということで、性能は非常にこうね、なかなか素晴らしいなということで iPad Pro、分かったんですけども、基本的にただね、完全にオーバースペックとね、言わざるを得ないっていうところではあります。はい。そもそもやっぱ2020年モデルの iPad Pro でもですね、十分にいろんなアプリっていうのが使えてるんですよ。しかもこれメモリ 6GB なんですよね。はい。で、今回からメモリ 8GB 以上になったんですけども、ましてや今の iPad Pro ね、新型だとメモリ 16GB まで載ってるんで、それを使うようなアプリがそもそもないということで、完全にオーバースペックかなっていう感じではありますが、はい。ただこれはもちろんね、Apple もそんな分かってるとはね、思うんですよ。そうなので、この高性能やっぱ見れば見るほどですね、噂されているプロ向けですね、Mac でしか今使えない Final Cut Pro とか、Logic Pro とか、そちらへのね、iPad の対応があるんじゃないかと。このスペックを活かせるようなね、発表が、6月の WWDC というのをね、OS の発表とかこっちであるんで、あるんじゃないかなと、ちょっと思っちゃうということですね。はい。よかったらですね、詳しくはこちらの動画とかもね、WWDC の
予想動画も見ていただければと思いますが、なのでやっぱプロ向けアプリ使ってるですね。使ってるとか、僕ファイナルカットプロとか使ってますよとか、またこれからやっぱ使いたい方ですね。6月までね、ちょっと待って対応すればですね、これ容量多めの、例えば 1TB 以上のモデルとか、なかなかいいなと思ったりしますけどね。はい。今回やっぱ容量がその 1TB と 2TB まで、そこのモデルはですね、メモリが16GB 搭載しておりますと。その他は 8GB なんですけどもね。はい。してるので、やっぱ動画編集とか画像編集とかね、そういった重いめの作業に非常に生きてくるんじゃないかなと。もし対応すればの話ですけどね。ということで、最後はですね、iPad Pro。じゃあ、どんな人が買うべきなのか。逆に、じゃあ、おすすめじゃない人、買うべきじゃない人、どういう人なのか、ちょっとね、お話ししたいかと思います。結論から言うとですね、結構重めの、動画編集とかを、iPad で、やってますとか、これから使いたい、これからやりたい人だったりですね、今、例えば現状使ってる iPad に対して非常にスペック的に、性能的になんかちょっとカクつくなとかゲームしたりとか、動画編集とか、何でもいいんですけども、ちょっと不満がね、あるとか物足りなさを感じている方っていうのは非常に今回のね、新型 iPad Pro はおすすめなんじゃないかなと思います。例えばじゃあ動画編集とかで言うと、4K 以上とかね、4K の動画とかですね、動画自体もやっぱ長くてね、結構容量も食うようなものですね。そういった動画を編集してるとか、これからしようかなっていう予定の人とかですね。やっぱ性能自体がもちろん M1 チップで大きく向上ですね。さっきベンチマークで見ていただいたと思うんですが、だったらですね、データの転送スピードも最大で2倍になったりとか、あと容量もね、さっき言ったみたいに2TB までね、増えてますんで、なかなかおすすめなんじゃないかなっていうところだったりですね、はありますが、ただ現状でやっぱその M1 チップの性能をね、非常にじゃあちゃんと最大限活かせるかっていうと、なかなかアプリがね、ほとんどないと思うんで、やっぱりその自分の使ってるアプリですね、ルマフュージョンとか結構活かせそうですけども、そういった自分の使ってるアプリが iPad で使えるとか、対応してるとかであれば全然いいんじゃないかなと思っております。今の例えば iPad に、なんでまとめればですね、スペックにやっぱ不満とかあるんだったら性能的には非常に上がっているので、そこのストレスは絶対かなりね、解消されるのじゃないかなと思います。一応僕もですね、iPad Pro の11インチ新型これ予約しましたので、白色のマジックキーボードと一緒に、もちろんやっぱその実際使ってみてね、正直どうなのかっていうのをね、見たいと思いますんで、はい、レビューしますので、ぜひね、今のうちに見逃さないようにチャンネル登録していただいてですね、お待ちいただければと思います。で、そしてね、登録者あと1万人までね、到達したいと思いますので、そこまでのちょっと手助けにね、なりますので、手助けいただければと思います。ということで、いつもね、応援いただいている方ありがとうございます。逆にじゃあ、新型の iPad Pro、いや、こういった人はちょっとやめといた方がいいんじゃないかな、買うべきじゃないかなっていう人についてお話ししたいかなと思うんですが、例えば今 iPad Pro の2020年モデルを持ってますとか、持ってるとか、他の iPad 今使ってて、特にそんな性能とか、不満はないかな、みたいな。使い勝手でね、別になんか困ることはないかな、みたいな方はですね、全然特に買い替える必要はないのかなと思いますね。特にやっぱデザインとかね、見た目も変わってないので、なんか新鮮さもね、ないので、あと軽い用途でね、例えばネットサーフィンとか、YouTube 見るだけとかですね、テキストベースでプレゼン資料を作ったりとか、あとね、大学のレポートだけとか、ね、やっぱオンラインちょっとミーティングするぐらいとか、そういった用途であればですね、全然特段 iPad Air 4とかですね、iPad Pro の2018年モデルとか、iPad 8とか安いモデルとかでもいいと思いますし、そっちの方が安くてね、コストパフォーマンス自体はね、やっぱ高いと思いますので、そっちがおすすめかなとは思います。はい。実際やっぱ軽めの作業ではね、そんな違いっていうのはね、現れにくいと思いますんで、はい。あとは現状やっぱり M1 のね、僕も使ってるのが M1 のMacBook Air とかがですね、やっぱり iPad とかに比べると、OS が違うんで、やっぱできるね、使えるアプリとか、できることが全然ね、価格とかを考えるとコストパフォーマンスがね、非常に高いと思いますので、個人的に M1MacBook Air がね、迷ったらそっち買うのがおすすめかなとは思います。はい。あと、レビュー動画もね、再生リストとかまとめてありますので、こちらも参考にしてもらえればと思いますね。ただやっぱり iPad でね、良さっていうのは、その軽さだったりですね、やっぱペンシルとか活用できて、使いたいアプリがあるとか、そういったいうのであればですね、やっぱ iPad、Air 4とか、Pro とかがいいのかなと思いますね。なのでやっぱ自分がその使いたいアプリによって、やっぱ iPad なのか、じゃあ MacBook 選ぶのかっていうのは非常に、選べばいいのかなというところで、はい。現状はやっぱ Mac の方が、使えるアプリの範囲っていうのはね、広いと思うんで、迷ったらそっちの方がね、もうおすすめかなっていうところではあります。またちょっとこういうところで迷ってるとか、何か質問とかあればですね、ぜひコメントね、いただければと思います。一応全て目は通しておりますので、
やっぱその状況とかによっていろいろ変わってきたりしますので、まずね、コメントお待ちしております。できるだけね、返したいとは思います。あと6月にね、さっき言った WWDC アップルの発表会がございますので、そこでやっぱ iPad がプロ向けアプリ対応あるとしたら、そこかなっていうところなので、それまで待つのもありだったりしますし、僕みたいなこう、ね、YouTuber がね、レビューね、5月、後半にかけて出てくると思うんで、それ見て、全然決めてもいいと思いますね。そんな焦らなくていいと思います。で、あとまた一応、Apple 製品をね、こう、安くとかお得に買う方法とか、他のね、Apple 製品についても解説してますので、損せずにちょっと予約とか購入したいなって方はですね、こちらも、ちょっと見てね、参考にしてもらえればと思います。あと、iPad 関連の買い方とかもね、もうちょっと細かいところとかもね、解説しますので、こちらもぜひご覧ください。ということで、この動画少しでもね、役に立ったなと思った方はですね、ぜひ、高評価だったりチャンネル登録ですね、あと通知ベルもね、ぜひオンにしてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。